皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の8月の16日金曜日ですね。時間がまたしても遅れまして、今日本時間の夜の9時21分ということで約1時間ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、なぜ日本では歴代自民党政権による国家権力犯罪や権力犯罪が、不問にされ、安倍晋三首相の国家権首相の国家権力犯罪者や権力犯罪者が野放しになっているのかということですね。今日はナンバー1ということです。これは大問題ですよね。アメリカもそうですけど、我々が日々生活している日本の最大の問題の一つじゃないかというふうに思いますけどね。ということで今日の金曜日の放送を始めたいと思います。いつものように昨日のですね、ワイワイニュースライブのメインテーマ、これを表紙にして、もらいましたんで、これを最初に、取り上げます。昨日のメインテーマは詩だったんですね。戦争を本当になくすにはどうしたらいいのかということなんです。それで、YouTube 向けの表紙はこういうことですね。安倍晋三、戦争を本当になくすにはということで、現時点での視聴者数ですね、ツイキャスが382名様、YouTube が863名で、全部で1245名ということです。そして、今日の画像ですね。今日の画像の最初はですね、これ日刊現代の今日付の昨日かな、配当者長者のリスト最新版ということで、要するに、自分の創業した会社の株をですね大量に持っているために、上場して、配当があるという配当収入のランキングなんですね。失礼。でトップが孫正義さんですね。ソフトバンクグループ、これがなんと1年間で101億7200万円と笑っちゃいますよね。で2番目が柳井正、これはユニクロですね。ファーストリテイリング社長、56億9320万で、3位がミクシーの会長笠原健二。ミクシーなんて全然表に登場しないですけど、彼の配当収入が40億9200万から4位がポーラのオルビスホールディングの鈴木剛氏っていうんですかね、サトシっていうんですかね、40億5200万。そして、何位 ?1,2,3,4,5 位が前澤友作 ZOZO 社長。これはネットでのファッショングッズ、婦人服ですよね。紳士もやってるのか。これが40億じゃないや、26億3328万と巨額な配当収入があるということで、こういうのは大手マスコミ一切報道しないですからね。で問題は彼らが払ってるいわゆる配当金に対する、課税ですね。
課税が 20% なんですね。20%。ということは、要するに所得として会社の社長とか会長としてのいわゆる報酬、それをわざと低くしてるんですね。孫正義。みんなそうなんですよね。他の役員なんかよりも低くわざとして。要するに所得税の方が税率高いですから、この配当金の課税 20% の方が低いということで、わざと所得を低くして配当金収入で、豊かになるというのが今の金持ち優遇税制なんですね。ということで、来るべき我々の市民革命政権では富裕税を導入すると。それから所得税、法人税に累進課税、最高 75% 累進課税を導入するということなんですね。ですから富裕税の一環として一部上場の企業の株の配当金に対しては最高 90% かけるということ絶対必要ですよね。ということです。これが最初から2つ目がですね、ついに日経新聞も記事化し始めたんですね。これは日本と韓国の間の貿易、あるいは投資、あるいは観光客の訪日が激減し始めたということを記事にして、それの記事に載ってたグラフなんですね。でこれが日本の対韓投資、日本から韓国に投資するっていうのが急激に落ち込んでるんですね。でこれで分かりますよね、ゴーンとね。これが2018年例の徴用工の韓国最高裁での判決が出て直後からもう日本からの対韓投資が急激に落ち込んでいるということですね。これはもう安倍政権による対韓投資するなという締め付けの結果でしょうね。から2つ目のグラフはこれが貿易ですね。貿易総額でずっと下がってるんですね。これが18年か18年で、これが判決が出た12月ぐらいですから、ずっと下がってると。19年下がってるんですね、これ。ってことはマイナスになってるんですね。これゼロですからね。対前年比マイナスになっていると。去年の12月からマイナスになっていると。から次の3つ目のグラフ、これは韓国からの訪日客の人数なんですね。でこれもマイナスになってるんですね、対前年比。これ18年でマイナスになって、ずっとマイナスになって19年ですね。ということで、かなり深刻な、影響が出てきているということなんですね。ですからさすがの日経も座視できないということで、この記事の中では、札幌ビール韓国での販売量が 70%、対前年比かな、マイナス 70% になったとか、あるいはユニクロがですね、不買運動のために在庫調整しておそらく閉めんじゃないかと。1店舗もう閉めたんですね。で 2店舗目、も要するに、不買運動で、
販売額が急激に落ちているということで、維持できないということで、おそらく占めるでしょうね。あるいは訪日観光客に人気のあった観光スポット、九州とか対馬とかですね、九州全域、沖縄、あるいは北海道、この観光地で、急激に、韓国からの観光客が減っちゃってるということで、かなり深刻な状態に陥っているということなんですね。そして、次がこれ、前も取り上げたと思うんですけど、 DHC という化粧品会社の会長なんですね。極排外ファシスト DHC 吉田義明会長と。で彼がDHC の会長として、DHC 放送局っていうのをやってるんですね。これで、極ファシストなんかの百田とかですね、ああいう連中に、排外主義的なヘイトスピーチを放送させていると。で本人も散々ですね、ヘイトスピーチを繰り返しているというです。でこのことが韓国で報じられて、9億円の売り上げが DHC っていうのは韓国であるんですけど、不買運動が始まっているということなんですね。ですから昨日、取り上げた、安倍晋三の大物後援者葛西 JR 東海の今名誉会長、これも極排外主義ファシストなんですね。でこれも DHC の会長なんでこういう人物が民間企業、あるいは JR、民間企業ですよねの名誉会長とか会長でずっといられんのかと。だからこれは今日のテーマ。彼らは国家権力犯罪者じゃないですけど、民間権力犯罪者ですよね。ということですね。じゃあ今まで、取り上げたやつをアップしますね。昨日のメインテーマ、戦争を本当になくすにはどうしたらいいのかと。こういうただただ戦争の悲惨さを嘆いているだけでは戦争自体はなくならないよという話なんですよね。戦争は意図的に仕組まれると。その仕組んでいる戦争によって、大量の人間が殺されることによって肥え太る、金儲けできるという人間と組織が多数存在すると。そのことを問題にしない限り、いくら戦争の悲惨さや戦争の残虐さを嘆いてみても、あるいは批判しても、あるいは弾劾してもですね、戦争自体なくならないよと、こういう昨日はテーマだったんですね。それで、これが視聴者数ですね。1245名ですね。で昨日も言いましたけど、例の小泉進次郎と滝川クリステルの結婚話と、それから首相待望論に騙されんなという放送のこれですね。これが今YouTube で1万9000
なってますね。ですから竹中平蔵を抜くんじゃないですかね。ということです。そして次、今日の画像ですね。これは配当収入の配当収入長者番付。日刊現代のいいところはこういうのをさっと出すところがいいですよね。他のマスコミは一切隠してますからね。それから日経新聞、さすがの日経もあまりにも深刻な不買運動の結果、あるいは対韓投資の減少に慌ててこういう記事を出したんですね。お前たちが煽ったんだろうっていうことですよね。それからDHC の極右ファシスト会長吉田、 DHC も韓国で9億円の売り上げ、おそらく半分以下、それ以下になるんですよね。大打撃でしょうね。だから日本でも DHC の不買運動をやるべきですよね。女性を中心にして。ということですね。で、今日の座右の銘、これ珍しくですね、ずっと座右の銘は取り上げてなかったんですが、月に1回ぐらいですね、メモランダムとして、備忘録みたいな感じで、取り上げていこうと思うんですね。今日の座右の銘、良いことも悪いことも含めて決して忘れてはいけない言葉を座右の銘にまとめて文字通り座右に置いて、読んでますということですね。で、一番最初、世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえないと。宮沢賢治、農民芸術概論概要序論よりと。から同じ宮沢賢治、世界に対する大なる希望をまず起こせと。強く正しく生活せよと。苦難を避けず直進せよと。力強いですね。宮沢賢治、同じ農民芸術概論概要、農民芸術の制作よりと。そうですね。から3番目、国民は自然権として抵抗権、革命権を持ってんだと。イギリスの哲学者ジョン・ロックの言葉。政府が権力を行使するのは国民の信託によるものであり、もし政府が国民の意向に反して生命、財産や自由を奪うことがあれば、抵抗権、革命権、反乱権を持って政府を変更することができると。まさに今の日本ですね。安倍政権を打倒するということは、我々が持っている、国民が持っている自然権としての抵抗権、革命権なんだということですよね。から4つ目、命もいらず名もいらず官位も金もいらぬ人は始末に困る人ものなりと。この始末に困る人ならでは困難を共にして国家の大業は成し得られないと。西郷隆盛の言葉ですね。から5番目、天下の正道に立ち天下の大道を行う人とは孟子の言葉。孟子っていうのは紀元前の人なんですね。紀元前500年ぐらいの中国の鉄人ですよね。学者ですよね。どんなに金を積まれようとも金の誘惑に負けて正道を踏み外すことはないと。絶対ないと。どんなに貧しくなろうとも志を曲げて金のために、悪を働くことは絶対ないと。どんなに強力な権力が潰しにかかろうとも脅しにかかろうとも命を惜しんで、屈服することは絶対ないと。これですね。今必要なのはね、こういう、個人の決意でしょうね。からこれが新しくですね、ネルソン・マンデラの言葉を付け加えたんですね。6番目、南アフリカアパルトヘイト人種隔離政策撤廃闘争のリーダーなんですね。彼は国家反逆罪で27年間も牢獄生活を強いられ、後初代の黒人大統領に選出されたと。長ですね。で、彼が言ってる言葉1、2、3、4つあるんですね。
人間として何もせず何も言わず不正に立ち向かわず、弾圧に抗議せず、また自分たちにとっての良い社会、良い生活を追い求めずにいることは不可能なんだと。そうですね。2つ目、刑務所に入らずしてその国家を真に理解することはできないと。国家はどのように上流階級の市民を扱うかではなく、どのように下流階級を扱うかで判断されるべきだと。27年間ですからね。3番目、奴隷制やアパルトヘイトと同様、貧困は自然のものではなく人間から発生したものだと。よって貧困は人類の手で克服し根絶できるんだと。これにですね、貧困とそれから戦争、テロ、内戦は自然のものではないと。人間から発生したんだということですね。で4つ目、私にこれだ3つだ3つです。ネルソン・マンデラで、次、これはマイヤー・アムシェ・ロスチャイルドの言葉ですね。ドイツ・ロスチャイルド商会創設者、国際金融マフィアロスチャイルド国際金融マフィアの創立者ですね。私に一国の通貨の発行権と管理権を与えようと。そうすれば誰が法律を作ろうとそんなことはどうでもよいと。彼は1790年に言ったことを230年後にはほぼ実現してるんですね。これ中国以外は、中国とからシリアとイランと北朝鮮と、それ以外は国の中央銀行は彼らが実質的に支配していると。特に大きいのが FRB、 アメリカ連邦準備理事会というわけのわかんない連邦って書いてあるから、あたかもアメリカ政府が所有してんじゃないかというふうにわざと勘違いさせるような名前をつけたんですけど、一株もアメリカ政府は持ってないと。 100% ロスチャイルドが持っているということなんですね。それと日銀もそうですね。55% 政府が持ってるって言ってますけど、実質的にはもうロスチャイルドが全部決めると。日銀総裁は全部ロスチャイルドが選んで送り込むと。ロスチャイルドの金融政策に従って忠実に日本の日銀総裁は実施するだけという工作員なんですね。だから黒田にしてもその前の白川にしても隅田にしても全部そうですよ。それと ECB ヨーロッパ中央銀行、それとイギリスイングランド銀行、この4つがドルとそれから円とユーロとポンド、残るのは元の中国だということで、中国のいわゆる中央銀行支配を狙ってるんですね、ずっと、ということですね。ミルキーさん、キャスクンアイスが3つですね。ありがとうございます。それとナカン319さん、コンティニューコインですね。から土山純さんですね。いつもありがとうございます。お茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。からアフターマッチさんがコンティニューコイン。から高志三平さん、コンティニューコインですね。配信ありがとう。2枚ですね。から翔さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。石森さん、お茶ですね。配信ありがとうございます。K さん、コンティニューコインですね。それからこの放送の前ですね、砂月日さん、ビルマインパール作戦、責任なき戦場ということですね。これは NHK なんですかね、スペシャルですかね。から結局経済のことがわからないと政治の基本問題も理解できないと痛感してますというミルキーさん、そういうことですよね。ミルキーさん、質問、
経済の勉強の必要を感じ、天野元康氏、大西恒樹氏、黒川敦彦氏の動画を視聴してますと、経済問題の本も読みたいと思ってリチャード・ベルナー氏の円の支配者を考えています。山崎さんのこの本の評価はどうですか。他におすすめの本はということで、いいんじゃないですか、リチャード・ベルナーさんの本。そして私が推薦するのはこれですね。ぜひこれ、ロスチャイルド通貨強奪の歴史とそのシナリオと、今これは素晴らしい本ですよ。ロスチャイルド通貨強奪の歴史とそのシナリオと、孫本民さん、中国の経済学者だから、ロスチャイルドがこの間いかに金本位制度を破壊して、金打艦制から脱出するか強奪するかということをですね、辞書的にずっと研究したものなんですね。それから砂月さん、キルギスタンでの危機ともう一つのカラー革命と内戦かということ。キルギスなんか前大統領を追放してどうのこうのってなんか記事がありましたね。何でしたっけ。そうだよ、ロスチャイルドですね。そしてその妻のグートレ・ロスチャイルドの言葉。彼女は5人の息子と5人の母親だったんですね。私の息子たちが望まなければ戦争が起きることはありませんと。だから戦争がこれほど頻繁に起こっていることはロスチャイルドの息子たちが望んだからということですよね。から次、天皇裕仁は戦争犯罪人でありファシストであり5000万人のアジア人を殺した最大最強の元凶であるとはっきり言ったんですね。井上清さん、京都大学の教授ですね。天皇の戦争責任現代評論者、1975年初版より抜粋ということで、これほどはっきり昭和天皇裕仁の戦争犯罪をはっきり言った学者は彼以外誰もいないでしょうね。それから次に、彼らが最初共産主義者を攻撃した時ということで、ドイツマルター派牧師であり反ナチス行動で知られるマーティン・ニーメラーの詩ですね。ナチ党が共産主義者を攻撃した時、私や自分が多少不安だったが共産主義者でなかったから何もしなかったと。ついでナチ党は社会主義者を攻撃したと。私は前よりも不安だったが社会主義者でなかったから何もしなかったと。ついで学校が新聞がユダヤ人が攻撃されたと。私はずっと不安だったがまだ何もしなかったと。ナチ党はついに教会を攻撃したと。私は牧師だったから行動した。しかしそれは遅すぎたということなんですね。だからナチスファシストっていうのは個別に撃破しますからね。だから個別に撃破されっぱなしだといつかやられるんですよね。から次、古代ギリシャ哲学者エピクロスの言葉。貧乏な人とは少ししか物を持ってない人ではなく、無限の欲がありいくらあっても満足しない人のことだと。そういうことなんですね。だから金持ちほど貧乏なんですね。無限の欲がありますから常に自分には足んないという渇望の念が強いんじゃないですか、お金持ってる人は。で金持ってない人の方がその欲望がないですから、逆に豊かなんですよね。次、お金をたくさん持ってる人は政治の世界から追放されるべきだと。これウルグアイのホセ・ムヒカ前大統領の言葉ですね。でこのムヒカさんの奥さんが同じ、武装闘争した女性なんですけど、
今は副大統領なんですね。大したもんですよね。から世界的投資家ジム・ロジャースの言葉と、これは今日も朗読しますけど、彼が3年ぐらい前に、インタビューに答えた東洋経済週刊東洋経済のインタビューに答えた言葉ですね。近いうちに、世界規模の破綻が起こると。これ3年前ですからね。から次、安倍首相は日本を破滅させた男として歴史に名を残すでしょうと。からお金を大量に吸っている間はそれを享受する人たちの暮らし向きは良くなると。しかしいずれ破綻に向かい全ての人が苦しむと。金融緩和でいい思いをした人たちも一緒だと。から政府債務の大きさゆえ一旦破綻が起きると通常よりも大規模になると。安倍首相も日銀も世界経済にとって非常に危険な存在だと。安倍首相がやったことはほぼ全て間違っており、これからも過ちを犯し続けるでしょうと。から円安誘導は最悪ですと。自国通貨を破壊することで地位が上がった国はありませんと。3年前と全く同じことを彼はこの本の中でも言ってるんですね。から最後、ジョン・レノンの言葉、世界は強靭によって支配されていると。社会は全て強靭によって動かされていると。気違いじみた目的を実現するためにと。僕はこのことに15歳とか12歳とかずっと幼い頃に気がついたんだと。でも自分の人生を通じてこのことを違った方法で表現してきたと。僕が表現しているものはいつも同じことだったと。でも今はこのことを言葉にして示そうと。僕たちは変質強者たちによって変質強者たちの目的を達成するために支配されているとねと。イギリス政府やアメリカ政府、ロシア政府、中国政府が実際にやろうとしていること、その方法や目的を紙の上に書くことができるならば、彼らが何をやっているのか僕はぜひ知りたいと。彼らはみんな気違いなんだと。でもそれを表現すると僕はきっと気違い扱いされてきっと消されてしまうだろうと。これこそが気違いじみた現実なんだということで、実際に彼はCIA に洗脳された気違いに殺されたんですね。ということですね。ちょっとこれはアップするのはちょっと時間がないんで、スルーしますけど、明日、そうか、明日のブログ記事の中にこの部分だけでもアップしますかね。それを読んでください。そして拡散してください。次に今日の注目情報ですね。これは先ほど取り上げましたさすがの日経も、この日本と韓国での彼らは政令経令っていうんですね。政治が冷え込んで、経済も冷え込んでいると。政令経令と。で今までは政治が冷え込んでても政権分離だから経済はあったかかったと。政令経温だったと。それが安倍の例の一方的な経済制裁ですよねによって政治も冷え込み経済も冷え込んでいると。この危機だと。歴史問題貿易投資に影という、これは昨日付ですね、8月15日の日経新聞の電子版と。この中に先ほど取り上げたグラフがあって、かなり深刻なんですね。で札幌ビールでは韓国でビール系、飲料を販売する合弁会社の7月の販売量が前年同月比で7割減ったと。すごいですよ、7割ですよ。キリンビールやアサヒビールも韓国でのテレビ CM を自粛すると。1から6ヶ月は日朝の貿易額が前年同期に比べ約1割減ったということですかね。ということで、あと何だろう、
ということで、この URL をアップします。これが URL ですね。日経は無料で10本まで、月10本まで読めるからまだいいんですね。毎日なんかほとんど読めないですね。最初のタイトルと、それから文章が3行から5行ぐらいで、あとは有料ですと。で、朝日新聞も最近ひどくなりましたよね。で、読売もひどいと。で、産経はなぜか全部読めるんですね。読みたくないけど。それで時事とか共同は全部読めるんですね。で、AFP、よく私は記事を引用してますけど、全部読めると。ルモンドはかなりの部分読みますけど、全部読むには定期購読しなくちゃいけないということですね。それでこの記事に対して私のコメントなんですね。私のコメント、この日経記事は現在の日韓の政令経令危機を引き起こしたのが韓国のムン大統領ではなくて安倍首相だということをなぜはっきり書かないのかと。安倍晋三を退陣させて、新しい政権を誕生させ、経済封鎖をやめればこの危機は直ちに終わるんだということをなぜ書かないのというんですね、私のコメント。あくまでも韓国側が悪いという論調なんですね。これは全部入るかな。ダメか。マイナス 5？ マイナス2。とこれですね、私のコメント。この日経記事は現在の日韓の政令経令を引き起こしたのは韓国の文大統領ではなく安倍晋三であることをなぜはっきり言わないと。安倍晋三を退陣させて新政権が経済封鎖をやめればこの問題はすぐに解決できることをなぜ言わないのかということですね。で、今日の推奨本で朗読ですね。今日は第6回目ですね。この本です。ジム・ロジャーズ。第7回目だ。第1章。日本人が見て見ぬふりする破滅的な未来ということで、東京オリンピックは日本の衰退を早めるということで、第1章の最後なんですね。終わりです。これは何ページかな。3ページぐらいですね。読みますね。メガネを取らないと読めないという。東京オリンピックは日本を
日本の衰退を早めると。日本では2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向かって景気が上昇すると考える人もいると。確かに表向きにはオリンピックによる良い面もあるだろうと。道路は改善され、真新しいスタジアムが出来上がると。こうした事業に関わった人たちは一定の恩恵を得られるかもしれないと。政治家もポジティブな成果をアピールするだろうと。しかし歴史を見ればオリンピックが国家にとって金儲けになった試しがないことがわかると。一般の人に、短期的な収入をもたらすことはあっても国全体を救うことにはならず、むしろ弊害を及ぼすと。結局のところオリンピックのせいで日本の借金はさらに膨らむのだと。これは一般の人々にとって悪い結果にしかならない。やがてオリンピックが2020年と東京で開かれたことをほんの一握りの人しか思い出せなくなった頃に、オリンピックがもたらした弊害が日本を蝕むと。もし私が日本の若者だったら、こうした現実を前に強い怒りと不安でいっぱいになることだろうと。実際不安を抱えている若者は少なくないようで、日本で就職活動をする若者を対象に行われた調査では、就きたい職業の第一位が公務員だったという。これは世界のほとんどの国では考えられない時代だと。若者は政府のために働いてはいけないというのが私の考えだと。政府がどんなところか分かりもしない若者が政府で働くなというのは働くなどというのはどう考えてもおかしいと。日本の政府は年を取った人間以外は誰も採用しないというルールを設けるべきだと。活気ある若者には民間企業で活躍してもらった方が国のためになるのだからと。そうですよね。私は2017年11月にアメリカの投資情報バラエティ番組に出演し、もし私が今10歳の日本人ならば自分自身に AK40 自動小銃を購入するか、もしくはこの国を去ることを選ぶだろうと発言したと。2年前ですね。この発言は放送開始から間もなく大きな話題となったようだが、これは将来の日本社会を見据えてのものだと。30年後、日本では今より多くの犯罪が起きているだろうと。現代の日本人が将来世代に回してきたツケを払う段階になれば、国民全体が不満を覚え、社会不安が募るもんだと。50年後には日本政府に対する反乱が国内で起きている可能性さえあると。社会不安は犯罪や暴動、革命といった形で明らかになると。日本人は違う、暴動など起きないなどと言いたいかもしれないが、これは歴史上どこの国でも起きてた社会現象なんだと。私の目に見える日本の未来はこのようなものだと。人口が減り、借金が膨れ上がり、衰退を続ける。こうして生活水準がますます低下し続けると。日本人がそうした未来を望むのであればそれはいいと。しかし私はそのような国で暮らしたいとは思わないと。いかがだろうか。本書では日本に起きている変化、それも破綻に向かう現実を綴った。ここで未来に不安を感じ、何かを変えなくてはいけないと思ったのであれば、次の章を読んでほしいということで、第2章なんですね。第2章、日本人が今克服すべき課題と。これの最初、女性は天の半分を支えるというところですね。1、2ページ、3ページ、4ページですね。来週の月曜日ですね。ということで、今日読んだところをアップしますね。東京オリンピック・パラリンピック、おそらく3兆5000億から4兆円の税金を使うでしょうね。まさに借金が積み重なると。これですね。そして今日のメインテーマですね。時間が今44分45分ですね。視聴されている方が同じ時間帯で40名様、全体で84名様、コメントが
11件ということですか。で、今日のメインテーマです。なぜ日本では歴代自民党政権による国家権力犯罪や権力犯罪が不問にされ、安倍晋三首相のなどの国家権力犯罪者や権力犯罪者が野放しになっているのかと。ナンバー1ですね。その理由は主に4つあるだろうと。第一の理由は、国家権力犯罪や権力犯罪という概念自体が学問的に存在してないからだと。日本にはないんだと。日本では国家権力犯罪や権力犯罪は一般犯罪の中に分類され、独立した概念として確立していないと。これは日本の刑法や犯罪学が1968年の明治維新以来、天皇制軍事独裁体制下で形成されたために、学問としての国家権力犯罪学や権力犯罪学が存在しなかったことから来ているのだと。で、さらに戦後日本の学問研究が自民党独裁政権の文部省、現在の文科省の一元支配下に置かれていたために、国家権力犯罪と権力犯罪の概念が一般犯罪から切り離されて、独立した概念として学問的に確立することは許されなかったんだと。で、第二の理由は何かと。日本では政治家や国家官僚や民間企業家が国家権力犯罪や権力犯罪を犯しても概念自体が存在しないために、野党政治家もマスコミも学者もオピニオンリーダーも誰もそのことの重大さを指摘せず、問題化されないままだからだと。これが第一の理由ですね。で、第二の理由は、日本では政治家や国家官僚や民間企業が国家権力犯罪や権力犯罪を犯しても概念自体が存在しない。これはそうか、これ今言いましたね。第二の理由ですね。で、第三の理由ですね。日本には要するに概念自体がないから、野党政治家も誰も批判しないんだと、取り上げないんだと、事の重要性を指摘しないんだっていうのが第二の理由ですね。第一が概念自体がないと、学問自体がないと。第二で、第三の理由は、日本には国家権力犯罪や権力犯罪を専門に摘発する独立した検察警察機関が存在しないと。日本には公的犯罪を専門に捜査する地検特捜部が東京、大阪、名古屋にあると反論する人がいるかもしれないが、日本の地検特捜部は自民党独裁政権下の政権の直接命令下に置かれ、決して独立した捜査機関ではないんだと。だから必ず、国策捜査しかやらないんですね。で、しかも東京地検特捜部っていうのは、もともとは GHQ のいわゆる海外からの隠匿物質を専門に摘発する直轄部隊から始まったんですね。ですから今でも東京地検特捜部含めた日本の地検特捜部っていうのは CIA の直接指揮下にあるということですよね。で、第4の理由は、日本には国家権力犯罪や権力犯罪を専門に裁判する独立した憲法裁判所が存在しないと。で、国家権力犯罪や権力犯罪は国家権力や民間権力を独占し悪用した政治家や国家官僚や民間起業家たちが必ず国の最高法規である憲法に違反して引き起こすものだということなんですね。で、したがって憲法違反を専門に審査し懲罰を決定する独立した憲法の番人である憲法裁判所の存在は、国家権力犯罪や権力犯罪を裁き根絶するには不可欠な存在なんだと。日本には日本国憲法第81条最高裁判所と法令審査権で、法令審査権を唯一付与された最高裁判所が憲法の番人として存在すると反論する人がいるかもしれないが、日本の最高裁判所が戦後出した違憲判決はたった10件なんですね。ドイツの連邦憲法裁判所は500件以上なんですね。
たった10件ですね。でしかもこの10件の判決は全て国家権力犯罪や権力犯罪とは一切関係ない一般民事裁判の違憲判決だったということなんですね。でさらに日本の最高裁判事15名の任命は日本国憲法第6条2項によって天皇の名で、内閣総理大臣が決定したのであり、決して独立してはいないことも反論する人は知らないんだろうというのが今日のメインテーマナンバー1でしたね。ということでアップしますね。なぜ権力犯罪が野放しになるのか、なぜ国家権力犯罪が野放しになって国家権力犯罪者、安倍みたいなんですね、国家権力犯罪者が、のうのうとしてるのかということですね。でそれ理由は主に4つあるだろうということで、第一、学問的に権力犯罪あるいは国家権力犯罪という概念が存在しないと。いわゆる一般的な犯罪の中に、されちゃってるんですね。日本では国家概念として、確立していないと。第一の理由ですね。一般犯罪の中に埋もれて、それ自体が独立した概念ではないと。それは偶然じゃなくて、そのようにされてきたんですね、歴史的に。これは日本の刑法や犯罪学が1968年の明治維新以来、天皇制軍事独裁体制下で、形成されてきたため、学問としての国家権力犯罪学や権力犯罪学が存在しなかったためだということですね。でさらに戦後日本の学問研究が自民党独裁政権の下で文科省文部省の一元支配の下に置かれてたために、国家権力犯罪学と権力犯罪学の概念が一般犯罪から切り離して独立した学問として概念として学問的に確立することは許されなかったと。だから戦後からずっと今までそういう学問なり概念がないから、これですね、として許されなかったと。学問的に確立することは許されなかったと。だから学会もないわけですよね。権力犯罪学会とかね、国家権力犯罪学会ってないでしょ。から第二の理由ですね。日本では政治家や国家官僚や民間企業家が国家権力犯罪や権力犯罪を犯しても概念自体が存在しないから誰も批判しないと。野党政治家もマスコミも学者もオピニオンリーダーも不問にされるんですね。マイナス2。これですね。第2の理由ですね。で第3の理由。日本には国家権力犯罪や権力犯罪を専門に摘発する独立した検察警察機関が存在しないと。
いや存在すると反論する人がいるかもしれないと。日本には公的犯罪を専門に捜査する地検特捜部が東京、大阪、名古屋にあると反論する人がいるかもしれないが、日本の地検特捜部は自民党独裁政権下の指揮命令下に置かれており、決して独立した存在じゃないと。だから家計学院とか森友で一切、権力犯罪者は訴追されないということですね。不問にされると、逆に出世するということですよね。家計学園のなんか元の、財務官が駐英公使に抜擢されたという記事がありましたね。で、第4の理由は、日本には権力犯罪や国家権力犯罪専門に裁判する独立した憲法裁判所が存在しないと。これが大きいですよね。で、国家権力犯罪とあるいは権力犯罪というのは必ず憲法の規定に違反して起こすんですね。必ず国の最高法規である憲法の規定を犯すと。だから憲法の番人である憲法裁判所がないとダメなんですね。したがって憲法違反を専門に審査し、懲罰を決定する独立した憲法の番人である憲法裁判の存在が不可欠なんですね。で、日本には日本国憲法第81条ので、法令審査権を唯一付与された最高裁判所が憲法の番人として存在すると反論する人がいるかもしれないがと。立法審査権を持っている最高裁が戦後ですね、それじゃ何件の憲法違反の判決出したんですかと。たった10件ですよ。それも権力犯罪、国家権力犯罪と一切関係ない民事上の判決でしかないですね。例えば最近のあれだと、いわゆる非着手後の相続の割合が着手後の半分であるという民法の規定は違反であるということですよね。どうでもいいような、どうでもいいことはないですけど、いわゆる権力犯罪とか国家権力犯罪と一切関係ない民法上の規定は憲法違反に当たるという憲法違反のあれを4、5年前ですかね、戦後たった10件ですよ。一方連邦憲法裁判所のあるドイツでは今まで500件以上ですよ。この差ですよね。さらに日本の最高裁判事15名の任命権は憲法第6条2項によって天皇の名において内閣総理大臣が決めるということで独立してないんですよね。というのが今日のメインテーマでした。時間が59分54秒。視聴されている方が39名、トータルで99名と、コメントが27件ですね。
それで、今日のトピックスですね。これひどいですね。未浄化下水広がる恋だめトライアスロンに選手は戦々恐々もうボイコットすればいいんですよ。こんなとこで恋だめですって。それで昨日一昨日かなんかに同じテーマを取り上げたんですけど、このトライアスロンの会場になる、お台場の下の海はその海底が要するに、ゴミゴミで埋め立てたから、そのゴミが海水を汚染するというのが主な理由だっていうふうに、その時の記事は書いてあったんですけど、実はこの現代の今日の記事は実は違うんだと。で山手線、の内側のほとんどの下水生活用水っていうのはほとんど下水処理されなくて、単に、塩素を混ぜただけでそのまま海に放出されると。それがお台場に押し寄せて、トイレみたいな匂いがするっていうのは当然ですよね。これが真実ですよ。よくそんなところで泳ぐなと。よくそんなところを問い合わせトライアスロンかの競技場に指定したなと。水質検査なんかしないんですかね。というこれ日刊現代、これマスコミが書かないですね。正直臭いと、トイレみたいな匂いがするということなんですね。で東京都下水道局では平成24年度に簡易処理水と呼ぶ排出基準を満たない未浄化の下水を180万7200平方メートル、実に東京ドーム15杯分に相当する莫大な量を運河に放水していると。この放水を実際に目にすると誰もが驚くんですが、焦げ茶色の汚水が濁流となって放水され、あっという間に運河は黄土色に変わり、高浜水門から運河の外へ流れ出し、高浜水門というのがレインボーブリッジ、お台場へと順次、海の色を変えていくという、すごいですね。こういうことが公然と行われてるんですね。それで、私のコメントですね。で東京都の下水処理の最高責任者であり、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催都市の顔である小池百合子東京都知事はこの件に関して一切沈黙していると。あれほどですね。止まりました。画面止まってます？止まってないですよね。三平さん止まりました。自分だけですかっていう。他のことどうですかね。であれほどマスコミに顔を出し、注目を浴びたいといつも思ってる小池百合子東京都知事がこの件に関して一切顔出しもしないしコメントも出さないと。最高責任者でしょということですよね。画面 OK ですよね。石森さん大丈夫ってことは三平さんのコンピューターが調子悪いんじゃないですかね。これに関しては一切沈黙逃げていると。安倍晋三が JOC と電通を使って、IOC 委員を買収して誘致した。そして総額4兆円もの税金を使って開催する問題山積の安倍のオリンピックって言うんですね。これ安倍のオリンピック、安倍のパラリンピックは即刻中止すべきなんだと。でおそらく韓国はボイコットするでしょうね。
が私のコメントですね。本当こすいよね、小池百合子っていうのは。都合の悪いことに関しては一切出てこないと。どうでもいいようなことには顔を出すということですよね。キャスクさん、藍色さんですかね。私のコメントですね。東京都知事選っていうのが来年の7月、だから東京オリンピックの開催4月24日の直前にあるんですよね。山本太郎が東京都知事選の候補になれば圧勝するでしょうね。いや、小池百合子どうしてんだと。お前が下水道処理の最高責任者だろうと。どうすんのと聞きたいよね。会場を変更するとかそういう問題じゃなくて、根本的に間違ってるんですよこれ。韓国はボイコットするだろうということですね。から2つ目、韓国国民の 76%、日本が経済報復撤回しなければ不買運動続くというハンギョレ新聞ですね。これはすごいですね。韓国の人の市民運動っていうのはものすごい団結力があるんですね。日本と違うんですよね。日本の市民運動っていうのはみんなバラバラで、横の連動っていうのはできないようになってるんですけど、韓国の市民運動っていうのはすごいですよ。だから100万人のろうそく集会なんかを連続して、組織できるんですよね。ダメですと。後で見ます。失礼します。三平さん、調子悪いみたいですね。ということです。それで、このコメントかな。このハンギョレの記事に対する私のコメント。安倍晋三とその一味が国会の審議もせずに閣議決定と政令のみで一方的に強行した韓国への経済制裁に対する韓国国民の不買運動による甚大な悪影響が早くも韓国進出の日本企業と韓国からの観光客の多い九州、沖縄、北海道など観光地に出始めていると。土地狂った安倍首相とその一味を早く政権の座から引き下ろさないと日本は破壊されるということで、この記事の中で、えっ、と、そうか、この記事は世論調査、韓国の世論調査の結果なんですよ。メモリアルじゃないやリアルメーターというリアルメーターの世論調査で、76%の人が日本が経済報復撤回しなければ不買運動は続くということなんですね。ということです。だから不買運動が続くということは日本経済に大打撃を与えるということなんで、そうならないようにするには安倍晋三とその一味を早いとこ政権の座から追い出すという我々の努力が必要なんですよね。これは違うんだ。失礼しました。別のやつ。コメント。
これですね。このまま安倍晋三とその一味を政権の座に置いとくと、大変なことになるよと。甚大な被害が出始めてるっていうことですよね。これがそうですね。甚大な被害がと。早くも韓国出身の日本企業と、それから韓国からの訪日客の激減で被害が出てるということですよね。無地なんかも影響を受けるんじゃないですかね。出店してますもんね。から次、例の配当金長者リスト。これですね。そして私のコメント。上場企業の株の配当金の現行税率たったの 20.315% と。で、しかないから、富裕層は所得収入をわざと低くして抑えてると。所得税の方が高いからね。こんなバカなことを許しちゃいけないんですよ。で、来たるべき市民革命政権は富裕税として配当収入の税率を 90% にすると。政権公約ですね。なんかソフトバンクなんていうのはずっと赤字の期間があったんで、あれほど儲かっても、納めてる税金はほとんどないという記事読んだことありますけどね。要するに累積赤字をと、それから利益、企業利益を相殺できるという、あれやめた方がいいですね、あの制度ね。から米大統領銃撃事件対策で精神病院増設を提案、規制強化には触れずという、もう土地狂ってんねあいつは。トランプ精神異常者が土地狂った人間が銃を乱射してんだというふうに誘導してるんですよね。違うだろうと。銃がほとんど自由に手に入れられる銃社会、人口3億人で3億の銃器が民間人に所有されてる。だから一人、一つの銃を持ってるんですね。で毎日100万人の人がその銃を携行して外に出てるという恐ろしい国なんですね。そのこと自体を問題にしないで、精神病者がやってんだという全く別の方に世論誘導してるということですね。砂月院さん、今日もメインテーマですね、リツイートしてくれましたね。で、これの記事に対しても私のコメントですね。私のコメント、トランプのやってることは戦前のナチス・ヒトラーがやったのと全く同じと。ヒトラーが選んだ攻撃対象はユダヤ人、ジプシーなどの少数民族。
から精神障害者、肉体障害者、共産主義者、社会主義者、リベラリストだったと。トランプが選んだ攻撃対象はヒスパニック移民と黒人イスラム教徒などの少数民族と、精神障害者、肉体障害者、反トランプの民主党国会議員など全く同じなんですね。ますますヒトラーそのものになりつつあるんじゃないですか。ということですね。砂月にさん、コンティニューコインが2枚ですね。それからいつものやつですね。初めて、市長の方へということでありがとうございます。そしてそうか、海外作家の展示自体相次ぐという不自由展中止批判と愛知トリエンナーレということで、これ時事通信ですね。抗議して、海外の作家たちが展示を中止を申し出ているのが相次いでいるということですね。当然でしょうね。それから最後トピックス、独房氏の大米富豪、首に複数の骨折と検視当局自殺断定せずということで、これはもう口封じで殺されたね。これ、時事通信ですね。私のコメント、厳重に監視体制が敷かれている拘置所内で、一度自殺未遂を犯して、意識不明で発見されたエプスタイン被告が2度目の自殺で死亡したはずないと。彼はトランプ大統領に不都合な情報、少女売春、買春ですね、買う方ですね、を持っていたから口封じに殺されたんだろうということですね。ありえないですよね、これね。アメリカは恐ろしい国ですよね。口封じで殺されると。というのが今日のトピックスですね。で、最後に今日の重要情報、DHC、韓国で商売しながら喧嘩ヘイトに批判殺到と、不買運動に DHC コリアは謝罪も DHC テレビは開き直りということで、リテラですね。これもなかなかいいグッドタイミングの記事ですね。これ編集部なんです。だからリテラっていうのは編集部が自分たちで情報発信できるっていうのが最大の強みなんですね。その中心が噂の真相の人たちですよ。岡留さんは亡くなっちゃったけど、その時の副社編集長かながここに移ってるんですよね。のこのこさん、お茶バク転ですね。ということで今日の放送は砂月さん、ほとんどその通りですが、トランプ娘婿クシュナはユダヤ人なのでユダヤ人は対象外でしょうと。そういうことでしょうね。だからユダヤ人の代わりに南米ヒスパニックの移民をやってるんですよね。必ず敵を作るっていうのがファシストのやり口ですからね。ということで、今日金曜日の放送はこれで終わりです。時間が80分になっちゃいましたね。
危ないですね。90分になると一旦遮断されますんでね。視聴されている方が同時期で46名様、全体で135名様、コメントが53件ですね。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトですね、いただきました。ありがとうございました。ということで、現在、日本時間で夜の10時41分ですね。ということで、お疲れ様でした。砂月さん。ヒラリーの裏にいる連中カード。令和番組サポートさん。IS ともつながる、ということで今日の放送、金曜日放送これで終わりです。明日明後日お休みなんで、また月曜日ですね、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わりです。おやすみなさいですね。